今日は国産牛と和牛の違いについてお話ししたいと思います。皆さんこんにちは、高田です。今日はですね、国産牛と和牛の違いについて説明していきたいと思います。国産牛と和牛の違い、非常に大事なところなんですけれども、意外と知らない方が多いのではないかなということで説明したいと思います。焼肉やってるとですね、割といろんな質問を受けるんですけれども、例えばどこ産の牛肉使ってるんですかとかいう質問はよく受けるんですけど、和牛と国産牛の違いって何ですかっていう質問をあまり受けないんですね。というのは皆さんそもそも質問に上がってこない事項といいますか、非常に大事なことなんですけれども、皆さんの中では認識ができていない部分なのかなというところがあります。ズバリ答えから言ってしまうと、国産牛というのは日本で飼育された牛のことを言います。これは、牛の種類や品種には関係ありません。ではもう一歩踏み込んで、日本で飼育されるっていうのはどういう定義かというと、その牛さんが一番日本で長く生きていますよ。例えばアメリカと日本で両方生きていたら、アメリカで3ヶ月、日本で4ヶ月生きていた後にお肉になれば、国産牛として、明記できるよというように決まっているらしいです。では一方、和牛の定義についてなんですけれども、和牛というのは、牛の品種を指します。黒毛和牛とかよく聞いたことあると思うんですけれども、日本古来の、お肉用に育てられた牛ですね。日本には4種類の、和牛がいます。まず1つ目が皆さん、よく耳にすると思います。黒毛和種ですね。こちらが、大体90% 以上と言われています。大体日本に流通する和牛の多くはこの黒毛和種になります。他の牛がですね、2番目に、赤毛和種、その見た目も赤い系なんで赤毛和種と呼ばれますね。比較的黒毛和牛よりは赤身傾向のお肉になります。3つ目ですね、短角和種、短い角の和種と書いて短角和種、角が短いお牛さんです。短角和種、あまり聞き慣れないと思います。僕も実際ごめんなさい、お肉で見たことないですね。4番目が無角和種、無角っていうのは角がないと書きます。無角和種ですね。この4種類が、和牛として認められている、和牛と表記できる牛になります。でちなみにですね、この4種類を掛け合わせた、例えば黒毛和種と赤毛和種を掛け合わせたものも、和牛と呼べるとのことです。なので、この和牛同士の掛け合わせも和牛として認められますよということですね。いただけたでしょうか。日本で育っている牛は国産牛、和牛というのは日本古来の品種でありますよということですね。なんで、広い意味で言うと和牛っていうのも国産牛にあたります。和牛、日本で育った、日本古来の牛の品種なんで、国産黒毛和牛なんていう表記もたまにありますんで、日本で育った和牛というのは、国産牛であり和牛であるわけです。ただですね、近年、外国産和牛なんていうのもありまして、結局和牛の種を外国に持ってって外国で飼育する。種は牛の品種自体は和牛っていうことですね。こんなのも出ているのでちょっとややこしいかなと思います。その場合もちろん国産っていう言葉は付けられないということになりますね。ここまではご理解いただけたかと思います。で実際にですね、スーパーに並んでる国産牛っていうのはどういう牛を使われてるのかなっていうところを話していきたいと思うんですけれども、国産牛と表記されている場合の牛さんは大半がですね、ホルスタインという品種になります。ホルスタインって何かというと、乳用牛ですね。皆さん、牛って言ってイメージする白と黒のツートンカラーのお牛さんがホルスタインですね。あれは本来乳を絞るためのお牛なんで、あまりお肉の肉質的には良いものではないです。
ただ国産牛として表記されるものはほとんどがホルスタインと考えていいと思います。でホルスタインのはなんで安いかっていうと、飼育期間が短かったりとか、牛が丈夫で病気にかかりにくかったりするんで、黒毛和牛とか和牛よりですね生産のコストがかからないんですね。なんでホルスタインっていうのは比較的安価で出荷されてます。でこの話を踏まえてですね、もう一つ、ご説明したいのが交雑牛とか交雑種って呼ばれるお肉です。これはですね、業界では F1 とか呼ばれたりするんですけれども、スーパーのお肉屋さんなんかのラベルを見るとたまに見かけるかもしれません。交雑牛とか交雑種、なんかあんまり言葉的にはいいイメージがないかもしれないんですけれども、これランクで言うとですね、国産牛、先ほど言った多くの場合はホルスタインが使われていますという話をしましたけれども、それよりランクは上です。交雑牛というのは何かというとですね、和牛とホルスタインの掛け合わせになります。多くの場合は黒毛和種ですね、黒毛和牛とホルスタインを掛け合わせます。そうするとですね、肉質的にも、このホルスタインと、和牛の間ができますね。で価格的にもやっぱこことここの間になります。なんで、和牛とホルスタインの掛け合わせなんで、交雑牛は、ホルスタインの牛肉よりは、肉質は良好ですね、一般的には。なんでですね、交雑牛というのも、国産牛として表記されることが多々あるんですけれども、基本的には本来は交雑牛として、ラベルに書きます。ただ交雑牛という名称がですね、あまり皆さんのイメージ的に良くなかったりとか、あんまり知れ渡ってないので、交雑牛って書くとかえって売れないというようなシチュエーションだと国産牛って表記することがあるんではないかなと思います。ここでですね、実際にじゃあどの牛を食べたらいいのっていうお話になると思うんですけれども、それはあなたの、自由というかお好きなものを食べていただければいいと思います。ただその値段のランクでいうとですね、先ほどの話をまとめると和牛、交雑種、交雑牛、国産牛、多くの場合ホルスタインというのが、だけは分かっていてほしいなと思います。それで、用途によって使い分けていただければいいと思うんですけれども、意外とですねやっぱりこの国産牛っていう名称に飛びついてしまいがちなんですけれども、実際は、ホルスタインだったりするので、この国産牛を食べるんであればアメリカ産の牛肉を食べた方が美味しいかなっていうことも多々ありますので、そこは注意していただければなと思います。なんで今食べ放題のお店とか流行ってますけれども、割とね国産牛食べ放題っていうのたくさんあるんですよ。よくよく見てみると、和牛食べ放題っていうお店は、なかなか少ないし、あったとしても値段が高いと思います。ちょっとよく見てみてください。あとはですね、ブランド牛、名前がついてるような牛ですね、なんとか地域の名前がついていたり、有名なところで例えば松坂牛とかっていうのがあると思うんですけれども、そのお話はまた違う回でじっくりしようと思っています。では本日もご視聴ありがとうございます。またこんなねお話をしていきたいと思いますので、焼肉に興味のある方、牛肉大好きの方、ぜひチャンネル登録と、お話が良かったなと思ったらいいねボタン、あとコメントなんかもお待ちしてます。こういう企画やってほしいよとか、こういうお話してほしいよ、またなんか言ってることちょっと違うんじゃないのっていうコメントもお待ちしてますんで、どしどしコメントもお願いいたします。ではまたね。バイバイ。